疲れ様です。とうこです。久しぶりに今週のリアルな私をお届けします。夏ってやっぱ忙しいのかも。いや、忙しいっていうか日常じゃないから忙しかったのかな。私良質な夏休みあるあるを思いついたので披露させていただきたいんですけど、トイレットペーパーの減りが異常に早い夏休みあるある、どうでしょうか、全国の主婦の皆様。8月はね、アズーが1週間ぐらいお休みで、マジで1週間も一緒にいたのって何年ぶりってレベルなんだよね。遠距離恋愛6年半やってたからさ、マジで何年ぶりの休み期間を共に過ごすっていうイベントがあったんだけど、トイレットペーパーの減りが異常に早い何回変えたことか。日中も人がいるとさ、こんなに消耗品って減るスピード速いんだと思ったわ。今は新作の下書きを書いてます。なんか私はね、最近ね、非常にショックなことがあり、結構影響を受けちゃった。自分の身に降りかかったことでは全くないんだけど、もう3年ぐらい見続けてた YouTube チャンネル、とある YouTube チャンネルがあって、でそこが最近とある事情でチャンネル終了するっていう話をされていて、でなんかいろいろ思うところがありすぎてズドーンってなっちゃって。でもさ、 YouTube チャンネルの悲しいところっていうのは、同じチャンネルを見てる人が近くにいないっていう、だからこの悲しみをリアルタイムで共有できる相手があんまりいないんだよなっていう悲しみ。この膨大なチャンネル数の中でさ、たまたま同じチャンネルを見てますで近くにいましたってさ、結構運命的だよね。今の中高生とかさ、そんな感じなのかな、もしかして。でも私も高校生の時とか、すごい結構アングラ系なアーティスト、外国のアーティストにハマってめっちゃ聴いてて、でこんなの同級生で聴いてる人いねえよなとか思ってたんだけど、マジで毎日一緒に過ごしてるお友達も知ってたみたいで、めっちゃ仲良しじゃんうちらってなった記憶がある。なんか画角どうしよう問題あるな。ちょっと今顔いじりすぎてわけわからんくなってきた。あるある。結局最初のがいっちゃんいいっていうやつをやってる、そういうプレーをやってるこの間の DIY 動画さ、裏テーマ、裏チャレンジとして画角をこまめに変えてみようが裏テーマだったの。だから編集しながら結構ちゃんと考えて画角をこまめに変えてて素晴らしいなって自分で思った褒めていかないとやってられん、この世は。でもさっきのニッチな情報、メディア、エンタメを知ってる仲間が近くにはなかなかいないよねっていう、でも意外といるよねっていう話なんだけどさ、私の母ってはちゃめちゃに陰謀論者なんだけど、ちょっとこの動画も見てると思うから気まずいんだけど、結構そういう情報をねたくさん知ってる方なんだけれども、だから結構毎日さ、いろいろそういう情報言われてうんざりだぜとは思ってたんだけどさ、で私が結婚してアズーと一緒に暮らし始めてからも LINE でさ、ちょくちょくケムトレイルがどうたらみたいな、今日は外出ない方がいいみたいな、そういうどこがソースなのかわからないことを言われて、でも私が結構やれやれだぜっていう感じでアズーにさ、もうなんかケムトレイルとかよくわかんないこと言ってくるんだよってさ話したら、アズーがケムトレイルね、知ってる知ってるって言ってきて、お前もそっち側だったんって思ったら、めちゃくちゃ都市伝説が好きみたいで、アズーは全然知らなかったんだけど、だからそういう知識がある側の人間だったらしくて、アズーはそのエンタメとして楽しんでるタイプなんだけど、だからケムトレイルここで通じるんだってなって嬉しくなっちゃったもうさ、マイクなし生活には戻れなくなったかも。この間の DIY 動画からつけ始めたんだけど、心なしか文字起こしがしやすくなったんだよね。ちゃんと言葉が聞き取れてるからか。だしマイク通して聞いたら、自分のキモいと思ってた声もそんなにキモくないかもと思って、逆にさ、音質がいいからパッと聞き、耳障りがいい感じに聞こえて、やないですかってなった。なんかさ、私ね、もともと千葉県に住んでて、で結婚を機に去年の春関西に引っ越してきたんですね、兵庫県に。だから関西移住生活1年半ぐらいってところかなんだけど、阪神優勝セールって何
家庭科で習わなかったよ。ちょっと野球の話をするのはまあこれ程度だったら平気か。私は全くスポーツに詳しくないのでちょっとよくわからないんだけれども、阪神さんが優勝したらいろんなお店の商品が安く買えるってことなの。その仕組みがよくわからなくてさ。で最近阪神さん優勝されたじゃないですか。それで昨日スーパーに行ったらさ、店内放送で本日は阪神優勝セールにつきましてお安くなっておりますみたいなアナウンスが流れてて、マジで阪神優勝セールって何と思って。だってさ、阪神さん以外の商品も安くなるってことでしょ。それがマジでわけわからなくて、本当マジでバカにしてるとかじゃないんで、これだけは伝わってほしい。どういうことか、どういう仕組みで安くなってるのかがわからなくて、でその話をアズーにしたのね。アズーは一応京都出身だからまあ関西人ではあるんですけど、でもそしたらアズーもあんまり分かってない様子だった。それで突然アズーがガバって顔を上げて、上信が阪神優勝セールやるから冷蔵庫が安く買えるぞって言って、どういうことかっていうと、上信さんっていう電気屋さんがあるんだけど、多分関西がメインエリアの電気屋さんなのかな。でそこも阪神優勝セールをされるみたいだから、最近冷蔵庫を買おうっつって今週あたり見に行こうかってずっと話してたんだけど、優勝セールのおかげで冷蔵庫がもうちょっと安く買えるんじゃないかという革命的な発見をして昨晩ずっとハイタッチしました何の話だから、軽くカルチャーショックだよね。そんなの本当に知らなかったもん。っていうかさ、前々回ぐらいの動画で私がアズーと遠出をする動画を上げたと思うんだけど、恐竜博物館に行った時の動画。すいません、今日男の話多めですいません。それでさ、私がよく見てたお出かけ Vlog って同行者に自分の様子を撮ってもらうシーンとかよく見かけてたから、自分もこういうのをやってみたいなと思って一丁前に YouTuber として思ってアズに頼んだのさ。そしたらさ、もうカメラワークがひどすぎて、なんかね、インプットが一昔前の TV ショーなんよ。だからもうなんでこんなにダサいのとか思って、もういいです撮らなくてってなっちゃった。このパートナー写真のセンスなさすぎる問題どうしたらいいんかね。その一昔前の TV ショーっていうのはさ、なんかこう恐竜を映してからの私みたいな、いらん、その舐め回すカメラワークいらんって思っちゃった。私一回ね、本当にひどいと思うけど、アズーが撮った写真の構図が気持ち悪すぎて吐き気が止まらなくなった時あって。本当だよだいたい被写体をこうやってね、真ん中に置けばなんとなくいい写真になるもんなんだよ。なのにさ、なんでか分からんけど、こういうね、こうなんか端っこの方とか、ここ背景をめっちゃ写す。でもこの背景も別に見せたいものじゃないんだよ。なんでか分からんけど私は左端に写して、もうそれ見た瞬間おえってなっちゃって。ディズニーランドで。でも特大のブスに撮るからさ、ただでさえ辞任特大のブスなのにさ、なんで好きな人が撮ってくれた写真がより特大のブスなんだよと思ってだんだんもう写真撮んなくていいよってさ思うようになっちゃった。でもこれまでもちゃんとね、私は教える努力をしたんですよ。あらかじめ構図のお手本をさ撮ってから、こんな風に私を撮ってくれるってきちんと教えたりしたのに、全然やっぱうまくいかなくて、もうそのお手本を見せてこれならダメじゃんって思っちゃったんだよねだからもう私は諦めてるね。なんか頼み込んで撮ってもらうのもまた違えんだよって。てめえが愛したさ相手を撮りたい衝動に駆られシャッターを切るみたいな、そういうのが欲しいんだよね。ああよかった、私の YouTube 見てなくてよかった。なんかさ、センスがないのはいいんだよ別に。でもその上でおしゃれの知識をつけるとか、そういう行動が見たいわけ。マジで私一回泣いたことある。アズーの私服がダサすぎて隣歩きたくないって泣いたことあるよ。やべえだろ。パートナーのセンスなかったけどこれしたらセンス良くなったよとか、そういうのアドバイスあったら教えてください。ファッション誌とか一回買い与えたこともあったんだけどな、読みませんね。でももしもアズーがバチクソにおしゃれ人だったらさ、もしかしたら好きになってない可能性もあるから難しいな。
私見ての通り鉛筆の持ち方がやばいと思うんだけどさ、私はこれを義務教育の敗北と呼んでおりまして、なんでかっていうと、みんな小学校入ったら授業で鉛筆の持ち方を教わるじゃない。で、世の中右利きの方が多いから、先生は右利きの鉛筆の持ち方をみんなに教えてたのね。で、私はもう生まれつき左利きだったから、私その頃はまだ左右反転能力が身についてなくてさ、左利きの人って世の中の右利き対応のものをさ、どうやって左手で使うかっていう反転して考える能力が身についている人が多いと思うんだけどさ、まだその時子供だからこの感覚がなくって、先生が各生徒のさ机に行って持ち方をこうやって教えてて、これでね教えてて、で私はそれを先生が左利きの私の席に来るのを待ってたんだけど、結局先生は来てくれなくて左利きの持ち方を教えてくれなかったのね。これ今すっごい被害者意識すごいけど、結局後から正しい持ち方を勉強すればよかったろうって話ではあるんだけど、一旦置いといて、その時すごいなんかガーンってわかる、スポットライトがさ自分だけに当たって周り真っ暗みたいな、ガーンっていう、ああいう気持ちになって、疎外感というか、あの時のショックが小学1年生ながらね忘れられないんですわ。何だったんだろう。でも私結構そういう経験ありがち。とりあえずやべえハンドサインではないのでご安心ください。みんなこんな風にキャンバスにさほこり取るためにローラーかけますよね。すんごいほこりがくっついちゃうんだわ。ジェッソを塗っていきます。キャンバスの下地ね。てかやばい、どうしよう。普通の外着で今やろうとしてる。汚したらまずいぞ。でもそんなん言ったらさ、いつさおめかし着を着るんだよって話なんだよ。マジで飛ばさないように頑張んなきゃ。マジで洋服断捨離しすぎてさ、冬服が1枚しかないハートルネックニット1枚しかない。寒くなる前に長袖の服を買いに行かなきゃ。どうしよう。ちょっと前掛けぐらいしようかな。どうしよう。でも料理用の前掛け、洗えばいいか。反対にして着ればいいかな。なんでこの居酒屋用の前掛けがあるんだよっていう。新天地に引っ越してきて1年以上経ったけど、お友達できなかったな絵の仲間には出会えて本当にありがとうの気持ちでいっぱいだけどさ、私正直さ、絵関係で出会った人ってさ、仲間と書いてライバル系って思っちゃうんだよな。マジでもしも次どこかでさ、同年代の女の子と知り合ったとしたらさ、友達になろうぜって言っちゃうかも。この机をね DIY した理由の一つにね、存分に汚したいっていうのがあったから手作りしたんだよね。買うとさ、しかも高い金出して買うとさ、絵の具で汚したくないって思っちゃうから、汚れても気にならない机が欲しくて DIY したんだよね。だから今存分に汚しまくってます。乾かし待ちです。これあれだな、やっぱちょっと待たなきゃいけないから、もうこのターンで動画終わろうかな待って、ちょっとこれだけは伝えたいことあったわ。このさ、技のこだわりっていうおせんべい知ってる？これさ、とんでもなく美味しいぜ。正直さ、おせんべいだろって舐めてかかってたんだけど、リピ買いするぐらいハマってる。なんでしたかっていうとさ、エレガント人生っていう YouTube チャンネルがあってさ、それのコメント欄で知ったんだけど、エレガント人生っていう YouTube チャンネルはお笑い芸人さん2人でやってるコント動画チャンネルなんだけど、そこにたびたびこの技のこだわりっていうおせんべいが出てきてて、でコメント欄が異常にさ、そのコント内容じゃなくてこのおせんべいで盛り上がってて、そんなに美味しいのかと思って買ったらはちゃめちゃに美味しかった。でもその情報をした時に、私のこの田舎のスーパーで探し回った結果置いてなくて、マジかと思って、でこの間東京に帰省した時に東京のスーパーに行ったらさ、これ置いてて、でそこからまたこっちの地方に戻ってきてスーパーに行ったらさ、ついに入荷され始めてさ、ようやく届いたと思って、時差すげえって思いながら、だから嬉しくてもう 2,3 回ぐらい買った気がする。技のこだわりですので買ってみて。なんかね、そのエレガント人生チャンネルではこの辛い方をね召し上がってたんだけど、こっちも辛い好きの人はね好きって言ってた。
こういうおせんべいって食べてきたし好きだったんだけど、その上を行くの。なんでかっていうとさ、めっちゃ醤油染みてんだよねこれわかる？この割れ目の部分もしっかりさお醤油が染みてるわけだから美味しいんだと思う。味が濃厚で。買ってみて。売ってたらいいね煽り。そろそろ乾いたかな。続きをやります。ちょっと愚痴多めになっちゃって申し訳ございませんでしたけれどもなんかほんと定期的にその一番最初に話したさ YouTube チャンネル閉鎖がさズドンってくんだよねどんだけ影響受けんだよって感じなんだけど、あのチャンネルねって察した人がいたらさ心の友になりましょう。じゃあ今日もありがとう。おせんべい買ってね。